スリープフリークス講師の大鶴です。今回はネイティブインストゥルメンツ社のコンタクト対応ストリングス音源セッションストリングスプロについて解説をしていきたいと思います。こちらの製品はコンプリートのアルティメイトにも収録されていますので、お持ちの方も多いのではないかなと思います。はい、それでは早速コンタクトに読み込んでいきたいんですけれども、このライブラリー開きますと、まずセクション1と2、それから3と4という2つのフォルダーが出てきます。この2つの違いなんですが、セクション1と2の方はより近くで撮られたもの、かつ楽器の配置が左右対称になってますので、よりロックやポップス向きの配置と言えると思います。それに対して3と4の方は少し低めで、伝統的なオーケストラの配置なども含まれてますので、このあたりの違いで使い分けていっていただければと思います。で、今回はセクション1と2の方を選びますけども、そうするとまたコンテンポラリーと M タウンという2つのフォルダに分かれます。で、コンテンポラリーの方はだいたい何でも合う万能な音で、 M タウンの方はやや中域寄りの60年代70年代風、パンクとかソウルとかそっちのジャンルに合いそうな音をもともと取ってあります。はい、今回コンテンポラリーを選びましょう。ここでやっと楽器を選んでいけるんですけれども、例えばバイオリンとか入った時にここでまた分かれるんですね。プロダクション、パフォーマンス、アニメーターとありますけれども、今回打ち込みで最も多用するであろうプロダクションを選んでいきます。そうするとまずこのメインの画面が出てくるんですが、ここで大体の音の特徴っていうのを決めていきます。特にこのボリュームのセクション1と2のバランス、ここでだいぶ音変わってきますから、まずここを試してみましょう。今セクション1と2が同じ値になってますけども、そもそもこの1と2って何かっていうとですね、バイオリンの場合はそれぞれに4本ずつですね、別のサンプルが収録されています。若干セクション2の方が少し透明になってたりとかもするんですけれども、なので今この状態合計8本になってるということですね。ビオラの場合は3本3本の合計6本、それからチェロとコントラバスは2本2本で合計4本がなっているという状態、結構大きな編成になるわけですね。ストリングスのセクションというのは大人数で豪華であればいいというものではなくてですね、例えばロックやポップスの場合は割と小編成にしておいて、よりメロディーの輪郭ですとかバイオリン一本一本の響きっていうのを聞かせてあげるって場合もありますから、それに応じてこのセクションでバランスを変えていくということになりますね。実際音出してみましょう。これが今セクション1と2がだいたい均等に鳴らした音ですね。じゃあこれセクション1だけで聞いてみる。ちょっとだけ音量上げましょう。はい、このように人数間で音色を作るというイメージでこのボリュームのつまみを調整していっていただけたらと思います。それからその下のコンツァ、これボーノイズとステレオイドスっていうのを調整できますけども、ボーノイズは弓の擦れる音ですね。こうって感じの音ですけども、わかりますかね。この微妙に音が変化をしてます。それからステレオイドスはもう見ての通りですね。その文字の読んでごとくですけれども、左右の広がり方が変わってきます。左いっぱい回すとモノラルにすることもできるというものですね。この辺はですね、実際楽曲に音を入れていってから、ミックスのような感じで調整していっていただけるといいかなと思いますね。それからこの右のエンベロープですが、これはいわゆるシンセのエンベロープと同じ考え方です。で、アタックはもちろん遅くすることしかできないですね。それからリリースも調整はできるんですけども、より自然なこのリリースサンプルズを使っていただければいいかなと。独自で調整をしていきたい場合はこのスイッチを切って調整するという形になりますね。入れると無効になります。はい、それから次にこのセッションストリングスプロにおいて最も重要な機能と言ってもいいかもしれないですけども、キースイッチ、はい、こちらのタブに移っていきます。これも見た感じでだいぶ分かりやすい構成になってると思うんですけども、このストリングスの様々な奏法ですね、こんなにたくさんありますけども、これを合計6つですね、鍵盤にアサインをして演奏中もしくは打ち込みの中で切り替えていくことができるというものですね。この下の鍵盤を見ていただきたいんですけども、この青い音域で演奏する。で、このピンクの音域ですね、ここでキースイッチ、奏法を切り替えるということになります。このあたりの実践的な使い方については次回に続くということにさせていただきたいんですが、最後に一つだけ触れておきたいことがあります。このセッションストリングスプロのデフォルトのアーティキュレーションっていうのはレガートになってます。このレガートっていうのは基本的にはモノフォニック、単音弾きで演奏することを想定されています。
つまり音重ねていってもですね、和音にならずに滑らかにつながっていくってことですね。今順番に重ねて弾きましたけれども、このように滑らかにつながっていくための奏法だということですね。で、これで和音を鳴らすことはできないわけじゃないんですけども、ほぼ同時で鳴らすかオクターブ以上離して鳴らすかという条件がつきます。かつですね、このメインのボリュームで設定したこの人数間っていうのを保持していくためにも、基本的にはこのレガートを中心としていろんな奏法を切り替えつつですね、1セクションあたり1音単音で表現をしていくと。で、アンサンブルは以前ストリングスのボイシングの動画にもあったかと思いますけども、このようにトラックを分けてバイオリン1、2、ビオラ、チェロといった感じで全体で和音を構成していくという使い方をしていただいた方がよりそれらしく仕上がってくると思います。はい、それでは今回ここまでということで、次回はもう少し実践的な使い方に入っていければと思っています。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。